はい、こんにちは。フォトジャーナルペースのゆうです。今日はね、ついに、これ、GoPro とかね、アクションカム専用のジンバルがやっと届きました。ちょっと開封していこうと思います。なんか USB が最初から裸で入っていましたね。これですね。はい、購入したね、商品はこちらです。ファルコンっていうジンバルですね。メーカー名はこれなんでしょうね。中国のメーカーでインケイですかね。インキ。ちょっと読み方がわからないんですけども、インケイのファルコンっていうアクションカム専用のジンバルを購入しました。でね、Amazon で見る限りでは、これね、GoPro Hero 9にも対応しているということで、ちょっと買ってみたんですけども、こちらね、GoPro Hero 9ですね。今までね、GoPro Hero 9に対応しているジンバルっていうのがなかったので、クレーム2とかね、そういった部類のジンバルは使えてたんですけどもね、アクションカム専用としてのジンバルっていうのは存在してなかったので、それをね Amazon で先日見つけたので購入してみました。はい、ではね、ちょっと中身の方を開けていきたいと思います。これね、5月18にね僕注文したんですけども、で Amazon のねお届け予定日が6月4日だったんですね。ですけどもなんかね、問い合わせ番号ね見ても全然届かないので、出品元の方に問い合わせするとなんかね発送されてなかったんですかね。でも Amazon の方ではお届け完了に6月4日になってて、それがね石川県に届いてたんですね。でおかしいなと思ってその発送元の方に問い合わせしてみると、なんか送り状番号がもう一回送られてきて、問い合わせたね日になんかまた発送してるような感じだって、でやっとね今日何日ですかね、6月9日ですね、やっと到着しました。だから5月18に注文して6月9日なので約ね20日間ぐらい僕の手元に到着するまでにかかりました。ではね、ちょっと早速箱を開けていきたいと思います。はい、こんな感じですね。ファルコンですね。でなんか裸の USB が初めから入っていたのと、でこちらですね、保証書と、付属品関係入門ですね。あとクイックスタートですね、取説みたいなものが入っています。ああいう感じのね中身はこんな感じですね。はい、こちらが三脚ですね。ちょっとね本体のグリップと同じぐらいの大きい三脚が一つで、こちらに何やらね部材関係が入ってますのでちょっと開けてみます。はい、入ってたのはこんな感じですね。六角レンチが2つ、大きいもの小さいものですね。はい、それとネジで、これ GoPro とかのマウントを止めるものですね。であと USB のねタイプ C ですねがついています。で入ってたのがね、こちらがマイクロ USB になりますね。でこちらがジンバル本体です。はい、本体はねこんな感じですね。またちょっと後から詳しく見ていきます。で他にはねなんかポーチが入ってるみたいなんですけども、ここにありますね。箱のねこのケースの裏にこういったね専用の黒いジンバルを入れるポーチが入っています。はい、改めてね付属品はこんな感じですね。本体に三脚ネジで USB のタイプ C でね、外になぜかマイクロ USB が入っていました。で六角レンチが2本とカメラのとジンバルを固定するネジと、あとこちらにもねネジが入っています。こんな感じです。でクイックスタートガイドですね。こちらは英語とちゃんとね日本語バージョンも入っています。でこちらにもちっちゃいクイックスタートガイド入っていまして、あとはポーチですね。はい、こんな感じです。はい、それではね本体ちょっと見ていきましょう。はい、こちらがねメインの操作ボタンになります。でこちらがモードボタンで、この赤いのが電源ボタンで、こちらジョイスティックですね。そしたらね持って自分から見た側の左側の方向ですね、親指側、右手なら右利きの人だったら親指側になります。こんな感じですね。Bluetooth でね接続した時に
操作できるカメラマーク、これが写真の時のシャッターボタンで、真ん中が動画撮影の録画ボタンで、下がねタイムラプス専用のボタン、合計3つがついています。で裏側に行くとこれトリガーボタンですね、ついています。でさらに反対側の方は USB Type-C がむき出しであり、カバーも何もない状態であります。でパワーデリバリーは対応じゃなかったですね。普通のね、こちらこの A タイプっていうんですが、 A タイプから C タイプへの USB-C からの充電になります。で側面に三脚穴ですね、ついています。で素材はなんかプラスチックっぽい感じですね。でここに LED のランプがつくような感じになっています。またこれはね電源つけてから説明しようと思います。はい、でこれ3軸のジンバルになってますね。でロック機構はないので電源切った後もプランプラになります。これをねちょっと小型化のジンバルなので何とも言えないんですけども、ロック機構があったらなおさら良かったかなと思います。なので持ち運びはねこれ専用のポーチついてたんですけども、これに入れて運ぶような形になりますね。全然ポーチは余裕あります。はい、それではねこちらの GoPro Hero 9、このジンバルにつけていきたいと思います。やっぱねこの三脚大きいですね、めちゃくちゃ。本体のグリップと同じぐらいの大きさの三脚がついています。はい、ではね本体に取り付けていきます。こちらがトリガーボタンの方が前というかそっちになります。横向けましょうか。こんな感じになりますね。でこちらマウントがねこれ GoPro マウントっていうんですかね、なっていますので、はい、GoPro だったらここを、Hero 9だったらこれ出してつけていきます。はい、こんな感じですね。で付属品の固定ネジ、固定するネジですね、こちら。それでねペイロードはなんかでAmazon の方のページを見ると 135g って書いてたんですけども、なんかねクイックスタートガイドですね、それ見るとね 200g まで対応ということで、こちらの GoPro Hero 9は確かね160ちょっとだったので、その説明書が正しければペイロード内で収まります。はい、でしっかり締めるとこんな感じですね。でこちらも付属していた固定ネジなんですけども、この六角レンチで思いっきり固定するタイプになるんですかね。両方使えます。バランスを取る調節するところは2箇所ありまして、ここの後ろのこの部分と、あとねこちらチルトの部分ですね。で付属のねこの六角レンチ使って、まずねこのチルト部分なんですけども、上向けて、例えば後ろに倒れていたらこっちに持っていくっていう感じで、こういった感じで水平になるように移動させて調節してください。でここですね、ロールの部分、ここもこんな感じで傾いてたらこっちに重心がいってますので、上方向に持っていくとかね、ここを緩めて調整してください。でバランスが取れましたらね、どこでもね止まるようになります。これはね全然難しくなかったですね。はい、ではね早速電源入れたいと思います。電源はこちらですね、この赤いボタン。はい、これで電源がつきました。はい、こんな感じですね。左のこのなんていうんですかね、リンクマークが緑に点滅しているときはまだ GoPro というかねカメラと接続されてない状態になります。で左から PF モード、HL モード、FPV モード、FL モードと、それはねここのモードボタンを押すと切り替えることができます。で後ろのねトリガーボタンを押しっぱなしにすると4つのランプが全部光って、ロックモードになります。はい、それでねジンバルをこうやって横に向けた状態でこのモードボタンを2回押すと縦取りモードに変更されます。でもう一回ねこのボタン、モードボタンをね2回この縦取り状態から2回タップすると角度がこう向くので
そこでね、ここのトリガーボタンを2回押すと、トーチライトモード、こういった感じの撮影モードに切り替わることができます。で、元に戻したいときは、ここの M ボタンを押すと HL モードに戻ります。はい、それではね、ちょっとね、改めてもう一回モードの説明だけしておきますと、この一番左の土器ですね。PF っていうモードですね。おそらくパンフォローモード。パンだけフォローしてくれるモードになります。こっち方向ですね。横方向だけです。上とかは、ロールとかはフォローせずに、この横方向、パンだけの動きだけフォローする PF モード、パンフォローモードですね。この2つ目の HL モードですね。はい、これはね、先ほどのパン方向と、あとチルト側の動きをフォローしてくれます。で、これですね。ロールの方向は追従しない感じです。HL モードはこのパンとチルトだけフォローしてくれるモードになります。はい、3個目のね、この FPV ですね。これは全部追従してくれます。あらゆる動き。で、一番右側の FL ですね。これは横にしてモードボタンをダブルタップすると縦取りモード。で、さらにモードボタンをダブルタップしてトリガーボタンを2回押すとこのトーチライトモードですね。こういった感じのモードになります。で、M ボタンを押すと、HL モードに戻ります。で、ここのね、トリガーボタンを長押しすると、ランプが全部光って、全部ね、ロックになりますね。撮影モードはこんな感じです。で、先ほども言ったように、これ緑が点灯しているときは、ちょっと分かりづらいんですけども、これね、Bluetooth と接続してない状態になります。本体と。カメラが Bluetooth と接続してない状態ですね。で、接続すると常時緑に点灯しているそうです。点滅なしで。赤くなるときですかね、ちょっとわからないんですけども、その時はね、アップデート、本体のアップデートが必要だそうです。はい、それではね、こちら本体の操作とかを説明したので、次はね、早速ね、この GoPro と接続したいと思います。はい、それではね、接続なんですけど、まずね、接続前に、こちら、ジンバルの電源を入れます。はい、入れました。で、GoPro の電源をつけます。はい、それではね、GoPro のメニュー出します。メニューの出し方は、この上からスワイプして、左方向で接続を押します。でまだね、未接続の時はこれ、本体が緑に点滅しています。はい、で、次はここ、ワイヤレス接続を押します。で、オンにします。はい、それでね、ちょっとね、僕勝手にちょっと繋がってしまったんですけども、方法としてはこの上から2番目のデバイスを接続をして、で、GoPro アプリを押します。はい、そうするとね、正常に接続しましたというふうに出ますので、これで接続が OK です。はい、それではね、今写真モードにしているので、ちょっとここボタンを押してみます。はい、ボタンを押してみると、写真撮れてますね。あ、なるほどね。はい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 。あ、もうここのボタンを押すと、勝手にね、モードが切り替わってくれますね。例えば、ここを押すともう写真が撮れて、で、ここを押すと、勝手にね、モードが切り替わって、これ動画撮影できますね。もうこれいいですね。もう一回一回ここでモード切り替えしなくても撮れるってやつですね。タイムラプスははいはいはい、タイムラプス。できます。ああ、便利ですね。GoPro って一回一回このモード切り替えして、シャッターボタンってこう押すんだったんですけども、ここのね、モードボタンでもうすぐに写真になったら写真ボタンを押すと写真撮れます。で、動画撮りたかったらここのボタンを押すと、モードを切り替えなくても、もう勝手に動画モードになって録画が開始されます。で、そのね、動画はここ、自分がね、ここに設定しているカスタムしているところから録画が開始されます。でもなんかタイムアップの時は自分でちょっと押さないとダメみたいですね。固定した時のタイムラプスがここに振り当てられています。はい、それではね、ちょっとね、実際に外に出て試し撮りしてこようと思います。それでは行ってきます。
はい、いかがだったでしょうか。このジンバルを使って、GoPro とね、このジンバルの組み合わせで、試し撮りしてきました。で、最後ね、こちら、今までね、僕が使っていたクレーン M2 ですね。G 運のクレーン M2 となんですけども、GoPro とこの三脚つけた状態で、だいたい 454g ですね。本体だけだったら 300g です。で、クレーン M2 はね、本体だけで 500g ありますので、さらにね、この GoPro つけたりしていると、650ぐらいになりますので、200g 程度軽くなります。で、この三脚ね、ちょっと大きいので、重さがね、56g ありますので、外してしまうと 400g ぐらいですね。このセットで運用できます。なので、ちょっと三脚が大きいかなっていうのがあるので、こういったね、クレーム2ぐらいの三脚を、買った方がいいかなとは僕は思います。僕はこれつけて、先ほどは取りに行っていました。最初にね、これ、プラスチックっていう風に言いましたけども、取説見てるとこれ、アルミ合金の本体だそうです。外側はプラスチックなんですけども、アルミ合金でできているそうです。で、充電ポートはタイプ C。で、バッテリー容量は 2200mAh ですね。で、最大ペイロードが 200g。Amazon では135と書いてるんですけども、説明書の方では 200g と書いています。GoPro Hero 9が165ぐらいありますので、全然使っていて問題なかったので 200g ぐらいが最大かなと思います。で、実質ね、スタンバイ維持時間が9時間だそうです。実質その運用して使うともう少しね、バッテリーは減りは早いかなと思います。はい、使っていてね、特に問題はなかったですね。結構使いやすい感じで、ここにジョイスティックもついてますし、大きなねジョイスティックもついてますし、今どのモードかっていうのもここで目で見えますし、唯一僕がちょっと不満というか、こうだったらいいなっていうのがやっぱりキャップがついて欲しかったですね。で、これ自体が防水だったらなおさら GoPro として使うのにいいなと思いました。あとこの付属の三脚がちょっと大きいっていう感じですね。それとここ電源切った時にロックモードがあればいいかなっていう感じですね。はい、そんな感じですね。あとは特に GoPro 側の問題でバッテリー交換なんですけども、 GoPro ね、Hero 9とか8っていうのはこの左側に、正面から見て左側になりますので、交換するときはここのネジを一回緩めて、こういった感じで倒してあげると、交換することができます。こんな感じですね。で、交換して、でまた元に戻すって感じですね。はい、なのでね、一回一回ね、これ全部外すね、必要なくバッテリーの交換ができます。はい、そんな感じですね。はい、それではね、またね、これで撮った作例とかいろいろ試し撮りとかもしていきますので、またね、YouTube に動画アップしていきますので、またね、気になったら遊びに来てみてください。それではね、本日はこれ、アクションカム専用の小型のジンバル、ファルコンの紹介でした。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。それでは。